こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年2月中旬に新たにゲームパスに追加されるタイトルと2月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。トレインシムワールド4、2月7日からゲームパスに対応します。有名な路線や様々な電車を運転するリアルな感動を楽しめる鉄道シミュレーションゲーム。本作ではトレーニングセンターで操作の基礎を学んだり、好きな電車を選んで好きなところを走らせることができます。なお日本語には未対応となっています。マッテン NFL24、2月8日から EA プレイとゲームパスアルティメットに対応します。2023年8月に発売されたアメフトシリーズ最新作が早くも追加となります。新登場のテクノロジーによって NFL 選手がかつてないほどリアルになり、動きを細部まで再現した他にも操作性の向上が行われ、臨場感のあるプレイを楽しめるとのことです。なお過去作と同様に本作も日本語未対応となっています。バイオハザード RE3、 2月13日からゲームパスに対応します。1999年に PS1 で発売されたバイオハザード3ラストエスケープのフルリメイク作品です。1月には RE2 がゲームパスに対応しているので RE2、RE3 と立て続けに追加される形となりましたね。システム面には RE2 になかった敵の攻撃を食らう直前に回避を行える緊急回避が新たに追加されていたり、回避後には敵の弱点部位を自動で狙ってくれるなど RE2 よりも立ち回りや戦闘面のスピードアップや強化が行われています。またクリア後に解禁されるショップの仕様がポイント制に変更され、無限ロケランの入手に最高難易度で S プラスクリアをする必要があった RE2 と比べると比較的簡単に無限ロケランの入手をできるようになっています。全体的なゲームの作りは悪くないのですが、探索を行える範囲が狭く、謎解きも少なめ、主人公はジルのみで、間にカルロスパートが挟まれる形で、周回要素も RE2 より薄いなど、非常にボリュームが少ないのが RE3 の問題点でもあります。本作はカプコン内製の RE2 や RE4 と違って、カプコンの子会社を含む様々なデベロッパーの分業で作られたタイトルとなっていて、その影響もあってか他の RE シリーズと比べてしまうと品質はやや劣る印象です。細かい不満点はありますが、ボリューム面以外に大きな問題点はなく、 RE2 の出来が良すぎるあまりに RE3 にも同等の仕上がりを期待してしまったように感じます。とはいえ、私は実績コンプリートまで20時間楽しんで遊べましたし、ジルもかっこいいので、ぜひ未プレイの方は遊んでみてほしいと思います。なお、今作に関しても RE2 と全く同様に本世代機向けのアップグレードにも対応していて、発売時よりもさらに美麗な映像で楽しむことが可能。そして国内ではセロ D 版とセロ Z 版、さらに海外でのみセロ Z 版以上の語話表現となる無規制版が存在し、全てに日本語が収録されています。RE2 と同様に地域設定を北米に変更すれば海外版を遊ぶことが可能ですが、公式に推奨はされていませんので、変更して遊ぶ場合は自己責任でお願いいたします。ブラッドステインドリチュアルオブザナイト、2月14日からゲームパスに対応します。2019年に発売された傑作メトロイドバニア。本作は2019年から2021年までの期間ゲームパスに対応していて、今回2度目の追加となります。19世紀イギリスを舞台にしたゴシックホラーの探索型アクション RPG となっていて、悪魔城ドラキュラシリーズに携わっていた五十嵐浩二さんによるドラキュラの精神的続編とも言えるような作品です。素晴らしい BGM に素晴らしい世界観、快適な操作性に適度なボリューム感、難易度設定も高すぎず低すぎずでどなたでも楽しみやすい非常に完成度の高いタイトルなので、未プレイの方はぜひ見逃さず遊んでほしいです。グレートアップ2月15日発売日初日からゲームパスに対応します。協力プレイが可能な大忙しのレストラン運営クッキングゲームです。
今作では15日間のレストランの営業を目標としていて、来店されたお客様の注文を聞いて、厨房で調理し提供したり、お皿洗いを行ったりなどのクッキングを楽しむことができます。さらに、1日の売上金を利用して、設備の新調やアップグレードを行うことが可能で、店内のレイアウトを変更して、作業の効率を良くしたり、お皿を購入することで、洗う手間を短縮できたりなど、お料理するだけではない、今作ならではの魅力も備わっています。また、ローカル、オンラインともに最大4人での協力プレイが可能となっています。フレンドや家族との協力プレイがとても盛り上がりそうな一本ですね。A Little to the Left 2月16日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。飼い猫にちょっかいを出されながら家のものを並べたり積み上げたりしてちょうどいい場所に整理整頓していくパズルゲーム。時計の針はどちらを指す？卵はどう並べよう？心落ち着く世界を堪能しながらサプライズ満載の観察系パズルを楽しむことができ、可愛らしいイラストや予想を裏切るシナリオが用意されている100個以上のステージを収録。年齢問わず誰でもお手軽に触れるシンプルな作りとなっています。また、パズルを解く方法は一つだけではなく、難しく考えずに勘を頼りにして遊ぶこともできるとのことです。たまに猫ちゃんがいたずらしに来ちゃうことも、心地のいい BGM や効果音など魅力的な音楽にも凝って作られていて、ワンステージも短めでおしゃれな雰囲気で気持ちのいい体験をサクッと楽しめます。また、毎日異なる問題が一つ出題されるデイリーパズルも搭載していて、日々の対策ゲームなどの合間にちょっと数分だけ遊ぶといった楽しみ方もできちゃう素敵な作品となりそうですね。リターントゥグレース2月20日からゲームパスに対応します。古代の AI が眠る場所を発掘した宇宙考古学者としてプレイしていく60年代からインスピレーションを得た SF アドベンチャーゲーム。プレイヤーの選択がストーリーの分岐やキャラクターの関係性、そしてゲームの結末に影響を与えていくとのことです。Steam の方で日本語未対応なので、おそらく Xbox 版も未対応になるかと思います。ここからは2月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。オプス聖火の響きフルブルームエディション追加から1年半で外れる形となります。宇宙を舞台にした傑作アドベンチャーゲーム。故郷を追放された主人公リバクとして宇宙に存在する龍脈と呼ばれるこの世界におけるエネルギーを探して旅をしていきます。旅の中で龍脈を感知する能力を持った巫女エイダと出会い、リバクとエイダ、そしてエイダと長く旅を共にしてきたラミアとの3人で龍脈を探すため広大な宇宙を冒険していくといった物語となっています。宇宙を探査船で自由に探索し、新たな惑星や拠点を見つけ、アイテムを入手。そのアイテムを利用して探査船をアップグレードし、目的の龍脈を探していく作りのアドベンチャーゲームとなっていて、龍脈の眠る惑星ではキャラクターを操作し、パズルを解くアクションパートを楽しむこともできますが、基本的に戦闘の要素はなく、パズルの難易度も低めとなっていて、ストーリーを重視したゲームとなっています。とにかく魅力あふれるキャラクターで紡がれる感動のストーリーが非常によくできていて、ラミアとエイダをはじめキャラクターたちのやりとりはどれも見ていて楽しく、日本語吹き替えのパートボイスも収録していて非常に没入感が高いです。特に終盤の展開は必見で、クリア後には一本の映画を見終えた後のような感覚になれると思います。私は一周のクリアまで8時間でした。きっと心に残る素晴らしい旅になりますよ。ということで、今回は2024年2月中旬に新たにゲームパスに追加されるタイトルと2月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。